今日はマカロニサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はマカロニサラダを作りたいと思います。はい、ということで今回は定番のマカロニサラダを作っていくんですが、お惣菜風の美味しいマカロニサラダに仕上げていきたいと思います。マカロニサラダは冷めてしまうとね、結構硬くなったりしてしまうことがあると思うんですが、今回は冷めても硬くならず美味しく召し上がっていただけるレシピをご紹介します。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにマカロニサラダの具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。マカロニ、きゅうり、人参、玉ねぎ、ハム。具材はこちらの材料で作っていきます。この具材に関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。例えばコーンとかカニカマとか、あとはゆで卵とかね、いろいろあると思うのでお好みのものを使ってみてください。そしてマカロニですね。今回はこちらのストレートタイプのマカロニを使っていきます。マカロニもね、いろんな種類があるので、これもお好みのものを使用していただいて大丈夫です。続いて味付けの調味料とその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、牛乳、お酢、白だし、お砂糖、塩、オリーブオイル、塩コショウ。こちらの材料を使っていきます。まず塩なんですが、こちらはマカロニを茹でる時に使っていきます。その他の調味料は味付けで使っていきます。今回の味付けのポイントはこちら、白だしですね。白だしを加えることで旨味が加わってとても美味しい仕上がりになります。ちなみに今回私が使っている白だしはこちら、ヤンマさんの白だしですね。8倍濃縮タイプになります。白だしもいろんな種類があるので、こちらの量に関しましてはお好みで調整してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに野菜から切っていきます。まず玉ねぎですね。玉ねぎは薄くスライスしていきます。こちらは線に沿って切るようにしてください。はい、薄くスライスしました。そしたらこちらの玉ねぎをボウルに入れます。そしてここにお水を入れてください。玉ねぎはこのように水に浸してください。ここでですね、さらにだいたいね、小さじ1杯ぐらいのお酢を加えてください。そうすると玉ねぎの辛みを抜くことができます。いろんなね、辛みの抜き方があるんですけれども、結構ね、酢水につけると割と辛みが抜けやすいので、私はこの方法でやってるんですけれども、もしね、お好きなやり方があったらその方法でやっていただいても OK です。それでは玉ねぎはこのまま酢水につけておきます。続いてきゅうりです。きゅうりはまずね、ヘタを切り落とします。あとはこのまま薄切りしましょう。はい、 OK です。きゅうりはこちらの器に入れます。はい、そうしましたらきゅうりもこのようにボウルに入れてください。そしたら塩をですね、小さじ1/2よりもちょっと少ないぐらいですね。こちらを振りかけます。そして塩もみします。30秒ほど塩もみしてこのまま5分置きます。続いて人参です。人参はまず皮を剥きましょう。皮を剥いたらこちらを薄切りにしていきます。はい、こんな感じで薄切りにします。そしたら90度回転させて、あとは切りやすい枚数だけ揃えて縦に細切りしていきます。はい、人参はこのように細切りにしてください。それでは続いてハムです。ハムはね、こちら重なってるので一度軽く剥がしてください。そしたらこのように重ねていただいて、これをね、まず半分に切ります。そしてまた重ねて、だいたい1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。あとは手でね、軽くパラつかせておきます。はい、ハムの準備はこれで OK です。では続いてこちら、先ほど酢水にさらしておいた玉ねぎですね。こちらの水を切ります。はい、 OK です。玉ねぎはこのようにザルにあけてしっかりと水を切っておいてください。はい、5分経ちました。このようにきゅうりがしんなりして、あとはね、きゅうりの水分も出てきます。そしたらこちら一度さっと水洗いして、その後しっかり水気を切ります。じゃあまずね、水洗いします。はい、このように水を切ってください。そしたらですね、手でしっかりと水分を絞ってください。きゅうりの準備はこれで OK です。では続いてマカロニを茹でていきます。まず鍋に水を張ってこちらを沸騰させます。
はい、沸騰しました。沸騰したらここに塩を加えていきます。この塩を加えて茹でてマカロニに下味をつけたいと思います。でまずね、塩入れましょう。だいたいね、小さじ1杯ぐらいですね。そしてマカロニをね、今から茹でるんですが、袋に記載されている時間よりも1分長く茹でてください。マカロニはですね、冷めるとちょっと硬くなるので、1分長く茹でると冷めてもプリッとした美味しい食感を保つことができます。こちらのマカロニは9分茹でなので、プラス1分で10分茹でていきたいと思います。ではマカロニを入れます。はい、そしてこのまま10分茹でていきます。鍋底につかないように軽く混ぜます。あとはお湯が吹きこぼれないようにだけ注意しながら茹でてください。はい、今9分茹で終わりました。残り時間1分のところで、こちら人参も一緒に茹でていきます。全部入れちゃってください。このまま茹でていきます。このように人参も一緒に茹でていただくことで、人参の馴染みが良くなります。はい、トータル10分経ったので火を止めます。そしたらこちらはしっかりと湯切りしてください。はい、こんな感じです。このようにプリッとした仕上がりになってます。それではですね、湯切りしたマカロニと人参をボウルに入れます。この時ね、湯切りが足りないと水っぽくなってしまうので、きちんと湯切りはするようにしてください。そしたらここにまずオリーブオイル、そしてお砂糖、あとはこちら水を切っておいた玉ねぎですね。こちらの玉ねぎの水分をしっかりと絞ります。ぎゅーっと思いっきり絞ってください。このようにしっかり水分を絞って、玉ねぎもこのタイミングで加えます。このようにマカロニが温かい状態のうちに玉ねぎを加えていただくことで、こちらもですね、玉ねぎの辛みを抜く効果があります。なので必ず温かいうちに入れてください。そしてさっと和えましょう。今調味料のお砂糖だけ先に入れたんですけれども、先にお砂糖の甘みを加えることでコクがアップして美味しい仕上がりになります。他の調味料と一緒に入れてしまうとなかなかお砂糖が入っていかないので、必ず先に入れるようにしてください。はい。で、こんな感じでお砂糖もしっかり溶ければ OK です。そうしましたら、このまま一旦粗熱を取ります。この後ね、マヨネーズとかを入れていくんですが、マヨネーズは温かいうちに入れてしまうと分離してしまいますので、必ずきちんと冷ましてから加えるようにしてください。なので残りの具材と他の調味料もマヨネーズを入れるタイミングで入れていきたいと思います。そしたらね、上にピタッとラップを貼り付けて乾燥しないようにします。そしてこのまま冷ましてください。はい、マカロニがしっかり冷めました。そしたらラップを取ります。このようにね、しっかりと冷めたら最後仕上げていきます。まずきゅうりですね。具材を入れます。そしてハム。そしたらあとは味付けです。牛乳、お酢。そして今回のポイント、白だし。そしてマヨネーズです。こちらの塩コショウは最後味の調整で使っていきます。そしたらこれをよく混ぜましょう。このね、マヨネーズの量に関してはお好みで調整してみてください。今ね、牛乳も入れたと思うんですが、牛乳を加えていただくことでとても滑らかなマカロニサラダに仕上がります。はい、OK です。このように和えてください。最後ね、味見をして、そして塩コショウを振ります。そして混ぜます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これでマカロニサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにマカロニもプリッとして美味しそうに仕上がってます。他の具材もたっぷり入ったマカロニサラダです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。すごく美味しいです。マカロニの食感がちょうどいいですね。味もしっかり馴染んですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のマカロニサラダのポイントです。まずマカロニについてのポイントです。マカロニもね、いろんな種類があるのでお好みのものを使用してください。ただですね、茹でる時なんですけれども、茹で時間は袋に記載されている時間よりも1分長く茹でるようにしてください。マカロニは冷めると硬くなりやすいんですが、冷ました時にちょうどいい柔らかさになります。なのでぜひ1分長めに茹でてみてください。そして具材についてのポイントです。具材のきゅうりと玉ねぎに関
関しましてはしっかりと水分を拭き取ってから混ぜるようにしてください。ここで水分が絞りきれてないと賞味期限が短くなったりとか、あとは全体的に味がぼやける原因になってしまいます。なので必ずしっかり絞るようにしてください。玉ねぎに関しましては酢水につけていただくことで辛みがなくなるんですけれども、さらにマカロニが温かい時に入れていただくことでより辛みを軽減させることができます。ぜひこの方法でやってみてください。そして人参なんですが、こちらは千切りにしていただいて、マカロニが茹で終わる1分前にマカロニのお鍋に入れて一緒に1分ほど茹でてください。そうすることで柔らかくなりすぎず食感も残しながら具材と馴染みやすくなります。そして味付けをする時のポイントなんですが、最初にマカロニにお砂糖を絡めてください。そうすることでお砂糖のコクが加わって美味しく仕上がります。こちらはですね、他の調味料と一緒に入れてしまうとなかなかお砂糖のコクが入っていかないので、必ず一番初めに加えて混ぜるようにしてください。そしてマヨネーズを入れる時のポイントです。マヨネーズを入れる時は必ずマカロニが冷めてから加えるようにしてください。ここで温かいうちに入れてしまうとマヨネーズが分離してしまいます。そして今回味のポイントに白だしを加えました。白だしを加えていただくとだしの旨味が隠し味になってとても美味しい仕上がりになります。ぜひ入れて作ってみてください。今回の分量でいくとだいたい3人前から4人前ぐらいあると思います。こちらは目安にしてみてください。日持ちに関しましては作ってからだいたい1日から遅くても2日ぐらいまでには召し上がってください。ただね、水分が多かったりするとその分賞味期限が早くなってしまったり、あとは季節によっても変わる場合がありますので、こちらは目安にしていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はマカロニサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。